頭が悪すぎると2回言った後、もう日本に帰っていいからね。はい、ココバラさんです。こんにちは。何日かぶりかにスケートパブリックセッション連れてきました。ちょっと冬休みなので少し混んでますけど、楽しそうに滑っていて、12月15日、こっち娘は M ちゃんたった一人でいつも通り出発していきました。この時点で私は間違いに気がつくべきだったのです。朝8時半頃に家を出るのが普通の出勤日です。だいたい M ちゃんは赤ちゃんが起きていたらご飯を食べさせていて、行くときにじゃあ行ってくると私に声をかけてくれます。私は前の晩から泊まっていることが多く、半地下に自分の定位置があって、こたつがあるんですよね。それが好きで iPad で本読んでます。以前はもっと娘と2人でおしゃべりしたものです。だいたい年末年始、今の時期はホワイトハウスの方とかメンフィスの方とか長距離ドライブ、ニューヨークも行きました。長距離ドライブで旅行するのが習慣になっていて、6時間から10時間の運転が続くわけで、もう娘とは2人で弾丸トークでした。自閉症の子は喋りませんからね。ああいう楽しい日々はまた帰ってくるのでしょうか。抗がん剤治療始まってからイライラしていることが分かったから、できるだけ一人にしておいて、私は赤ちゃんと話することにしてます。前回言ったように前の日に転んで打った肋骨がじんじんと痛んだし、鼻と口に転んだ傷が残っていたから M ちゃんには気がつかれないようにしてました。胸を全摘手術するのに入院は1泊と聞いて心配でたまりません。その日夕方5時40分頃ドアが開いて帰ってきたので、それはもうびっくりしました。あれ？入院じゃなかったの？って。そしたら何言ってんの？明日は手術でしょ？今日は普通に仕事行ってたんだよ。って。で、私スマホを見るとアメリカ時間になってますが、ノートパソコンを見ると日本時間で、ちょうどいいやと思ってそのままにして設定してたんだけど、勘違いしてました。そして12月16日です。病院は朝5時半に来てくれと言われていたそうで、真っ暗な中2人で出かけていきました。そうでした。夫の F 君が一緒じゃなければおかしかったので、前の日に勘違いした私はかなりおかしかったです。16日、そのまま F 君も帰ってこなかったので、病院に付き添ったのか、実家で過ごしたのかわかりません。そのうち聞いてみるつもりでいますが、いつも M ちゃんと一緒にいるから、なんかちょっと聞いたら怒られそうで、口挟めないんですよね。孫の A ちゃんが、8時ぐらいに朝、ワーンと大声を出して、ドアを開けると、その前から起きてるんでしょう。ベビーベッドの柵を持ってにっこり笑っています。いつものことです。おむつを交換してから横の大人用ベッドに移して数分遊ばせて、それから1階に下ろして朝ごはんです。その後は1階のソファーでしばらく遊ばせて、ベビーサークルで猫の水飲み場とトイレを囲って入れないようにして、しばらくその辺をハイハイさせて遊ばせています。最近はものすごいスピードで階段上がっていくので驚きます。2階の自分がね、赤ちゃんが寝ていた部屋で赤ちゃんのおもちゃで遊ばせ、私はついつい大人のベッドでうたた寝してしまいます。ドアを閉めて階段から落ちないように。飽きると泣くので、今度は抱っこして半地下に連れて行きます。珍しいかなっていうか気分転換で、しばらく半地下でハイハイして遊んでいて、飽きると自分で階段をターッと上がっていってハイハイで、また2階に行って自分のおもちゃで遊んでいます。そうしてるうちに2本指を加えてチューチュー吸い出すので、そうすると寝たいっていうサインなので、そういうにしてあげると割とすぐにうとうとしだすので、ベッドに移すとお昼寝です。2時間ぐらい寝ます。起きるとまた午前中の繰り返しです。そ
その後、その最中にお風呂に入れて、水遊びの感覚で飽きるまでできるだけ長い時間入れて遊んでます。F 君は仕事の時間が不規則だし、娘とはできるだけ重ならない日に仕事を入れているので、午後はそのまま F 君がケアすることが多いです。旦那さんね、パパの時間ですね。午後6時前に娘が帰宅すると、私はそれっきり自分の家に帰るか、翌朝早い時はまた来て泊まっていきます。家族水入らずで過ごせるように、だいたい半地下が私の居場所で、その半地下のこたつです。たまに娘夫婦が2人きりで食事に行きたい時など、赤ちゃん見ててくれると頼まれますが、そんなに遅くはならないし、月に1回あるかないかです。だから、私にとって一晩中赤ちゃんと過ごすのは何ヶ月かぶりでした。生まれた直後はちょっとあったんですよね。2人ともね、すごい疲れちゃってる時に。ただ、赤ちゃんはもうそんなの忘れてるらしくて、パパとママがいない日は初めてだったので、落ち着かないみたいで、ふえんふえんとよく泣きました。指を2本チューチュー吸い出すと、抱っこしてベビーベッド寝かしたらスーッと寝るので、ドアを閉めて出ていくのですが、この日はドアを閉めてウェーンって泣き出すので、仕方なく大きいベッドで添い寝してました。12月17日、翌日も朝からルーティン通り、全然、当たり前かもしれないけど、知らせは何もなかったので、無事に手術が終わったのかどうか、最悪の事態なんかも想像してしまっていましたが、午後4時ぐらいに玄関のドアが開き、娘夫婦が帰ってきてくれました。嬉しかったです。まるでいつもと変わりなく、スタスタしてるので、あれ歩いてるのと私が驚いたら、胸の手術したの、足じゃないの。と言って、2階にパーッと上がって、すぐに降りてきて、食器を洗い始めました。レイプされた女性がホテルの防犯カメラで大股に歩いてるとか、笑顔で語ってるのはおかしい嘘だっていうような反論をよく目にしますが、今の娘のこの様子、乳がんの手術なんてフェイクだったんじゃないのと言われそうなぐらい普通でした。そりゃフェイクだったら、全部が悪い夢だったら嬉しいですよ。でもリンパのへの転移は7月の検査で分かってます。まだ抗がん剤治療は6ヶ月続くのです。同じルーティンで2階の部屋で孫を遊ばせていたら、硬い表情の娘が入ってきました。今日はスマホとパソコンでリモートワークの日です。確かに毎週木曜日はそのクリニックは空いていないんです。予約の受付や他の事務処理がお4時間やって、そしたら好きな時間に1回クリニックに行ってパソコンいじって帰ってくるだけです。で、その時娘が言うには、私のスマホが見つからないからママのスマホで電話してくれって。ただマナーモードにしていて、私は左耳が聞こえないのと言いました。片方の耳が聞こえないなんてことは初めて聞きました。で、鳴らしてみるとかすかに音が聞こえてきます。それは寝室の奥のクローゼットの隅でした。そんなところに私がスマホを置くわけないでしょと、言うんですけど、そこから聞こえてくるから仕方ありません。赤ちゃんが落とし込んだとは思えないような奥まった場所、クローゼットの奥の床から音が聞こえてきて、そこにあの子のスマホ落ちてました。あったよって見せたら、Mちゃんはもうありがとうも何もなし、ムッとしてました。反抗期の後、ここ10年ぐらいは優しい子でしたが、最近はこんな感じばかりです。多分、抗がん剤の後遺症、副作用だと思いたいです。夫の F 君とは、ほんとつまらないことで口論ばかりしています。この日は F 君が仕事でいなかったから私に突っかかってきた感じです。その後、M ちゃんはテキパキと、英語でお客さんとの電話を受け始めて、これはちょっと聞いていて、電話の相手は、この子が前日に両方の胸を切除手術したなんて予想できないだろうなって。もう保険会社の効能とか、
とにかく実際いつも聞いていて思うんですけれども、かなり有能なんだと思います。高卒なのに、一体どうしてこういう事務能力を身につけたか、今も不思議でなりません。幕張の食品会社の社長が、18歳なのに自分でビジネスやってるのすごいね。フィギュアスケートの方も有望な選手がいたらスポンサーになってあげるよ、みたいに言ってくれたことがあって、この人実際千葉ロッテの方では球場に広告を出しているのですが、もともとバイトでスタートした M ちゃんのことを自分の秘書として名刺も持たせて、オハイオに出張とかそういう時は連れて行ってました。M ちゃん住宅ローンが降りると、新しいことやってみたいと医療事務の仕事に応募して、これかなりの競争相手だったはずなのに、なんか取っちゃったと言って、始めて、で、そっちの食品会社の方も、リモート秘書って形で続けて給料はもらっているそうです。保険も入ってました。で、とにかくその医療事務の方になんか通っちゃったって言って、最初の半年はバイトしてましたけど、もうそれからその時、正社員になってほしいって言われて、保険はそっちの方に切り替えることにしました。家族分が出るし、医療の職場っていうのはやっぱ保険がいいんですよ。こんなのもまた、娘の自慢話してるきーってなる人はいるでしょうけど、これからドカーンと医療費が来るわけですから、破産する可能性もあります。楽しみに待っていてください。この日はさらに地獄でした。ちょうど4時間のリモートワークを終えた後、赤ちゃんの泣き声がしたので、そっと寝室のドアを開けたら、M ちゃん爆睡してました。赤ちゃんが横で退屈して泣き声を上げていたので、お風呂に入れることにしました。これも副作用だと思うんですが、夕方4時5時まで爆睡してることがよくあります。その時1回で掃除機なんかかけたらうるさいって怒鳴られるわけです。夕方ですよ。お風呂もちょっと静かにしてって言われたことがあるのですが、そっと静かに入れれば大丈夫なことは分かりました。お風呂を終えて着替えしてると、F 君の妹がもうすぐ来て、今日はステイオーバー泊まらせてくれるからって、ママはね、赤ちゃんケアしていると言ってもね、寝てばかりいること私は知ってるんだからね、モニターで見てるから、と結構意地悪な言い方をされました。着替えさせてから F 君の妹が迎えに来るまで、もう M ちゃんが赤ちゃんをケアしているはずなので、私は掃除機をかけ始めました。その間に枕元に置いてあったジュースを赤ちゃんがこぼしてしまったそうです。実際赤ちゃんがいる上で、家で飲みかけのジュースを枕元に置いてあるなんて信じられないのですが、M ちゃんそういうことはちょっとケチくさくて、飲みかけのジュースとかストローに刺したままよく冷蔵庫に入れてあります。シーツにこぼしたんだから洗濯すればいいでしょ。ところが M ちゃんはみるみる怒り出して、F の妹が到着してから掃除機をかければいいのに、どうしてそんなに頭が悪いのって。自分はリモートワークの仕事を終えて爆睡して起きたところだったのです。赤ちゃんがジュースをこぼしたからって言ってそこまで怒るかな。頭が悪すぎると2回言った後、もう日本に帰っていいからねと言ったので、ぐっと涙をこらえて黙ってそのまま片付けて自分の家に帰りました。赤ちゃんがお泊まりするなら私はいりませんからね。2日間は何も連絡しませんでした。さすがに LINE にはごめんと入っていたので、ちょっとね喉が痛いから赤ちゃんとか誰にもあなたにも移したくないからねと返信しました。この副作用がまだ6ヶ月も続くんですね。終わったら髪の毛も生えて元の優しい M ちゃんが戻ってくるのでしょうか。頭が悪い、英語は下手だわ。M ちゃんの実のパパの口癖でした。私の前の夫ですね。自分は栃木県で一番東大に行く確率が高い高校入ってたし、バークリー音楽大学という有名なところの出身でした。短大卒の私が稼いでることにはいつもイライラしていました。正直とっても傷つきました。今日も聞いてくださってありがとうございます。頭が悪すぎると2回言った後、もう日本に帰っていいからね